世界のジャパンチャンネルへようこそ。ナビゲーターのエリです。マナーや食べ物、便利な生活様式や様々なシステムなど、多くの海外の人々が他国とは違うと驚愕する私たちの国、日本。そんな日本独特のあることが海外でまた話題となっていました。今回ご紹介するのは、中心的存在なのにアニメには登場しない日本の不思議に関する話題と、それに対する海外の人々の反応をご紹介します。この動画では今まで知らなかったことや参考になる情報をたくさん盛り込んでいますので、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンを押していただき、動画を楽しんでいってください。それでは行きましょう。1946年に公布された日本国憲法で、日本の国と国民統合の象徴となった天皇。初代の神武天皇から歴史的な権能の変遷を経ながら、126代となる金城天皇まで脈々と受け継がれている、現代においても歴史的においても日本に必要不可欠な唯一無二の存在です。そんな日本の天皇に関して以前ネット上に、それほどの存在であるにもかかわらず日本のアニメに登場しないのはなぜ？とある外国人が疑問を投げかけたことが海外で話題となっていました。この投稿には多くの海外の人々から様々な意見が寄せられていましたので、まとめてご紹介しましょう。海外の反応。どんな内容でも天皇や皇室が登場するのってかなり稀だよね。作品の話題にしちゃいけないっていう取り決めがあるのかな。それか人気の高さゆえに誰も批判しないとか。アニメでの描写は極力避けて、その世界には存在しないという設定にしてる気がする。コードギアスでも皇族には一切触れられなくて、姫は登場したけど皇后ではなかったし。もちろん状況が異なるといえば異なるけど、イギリスのメディアでも王室の話題を取り上げるのはかなり稀だよ。アニメや漫画ではそれに近い存在をパロディのように描かれることはあるけど、天皇という正式な称号は避けてるよね。これって現代の天皇に限った議論？前に見た日本の時代劇では、その時代の天皇が臆病者として描かれていた記憶がある。特定の天皇じゃなくて称号自体が言及された作品は聞いたことがあるし、だからタブーではないと思うな。一般的なエンターテインメント作品で日本の天皇を描くのは大きなタブーなんだよ。個人的に思いつくのは、ジョーカーゲームの1話でスパイの家を捜索する憲兵が天皇の肖像画に向かって脱帽と敬礼をするシーンくらいだ。一般的にアニメや漫画では名誉毀損に当たる可能性があるから、天皇に限らず実在の人物は描かれないんだよ。作家は基本的に訴訟を避けるために自重する。それに正直、あえて天皇陛下を描く理由もないんじゃないかな。実際に描いてはいけないという法律があるのかな。それとも暗黙の了解？天皇陛下と皇族は国民に敬愛されてる方々だ。日本人の代表として、そして象徴として非常に高い尊敬を集めてる。だから触れることはできないんだ。日本社会では敬意の念があるからこそ描くっていう考えは通用しないの？通用するけど、天皇と皇族は例外。政治家、首相、実業家、歴史上の人物、神々、仏とかは基本的に問題ない。どうして神道の神々は描写できるのに、統治者である天皇を描くと失礼に当たるんだろうね。なぜなら天皇陛下は実在する人物だからさ。イギリスと同じような立憲君主制であって、天皇陛下に対する暗黙の尊敬の念があるのさ。まあ要はあれだ、
タブーってことなんだろうな。対馬を襲撃するモンゴル軍を扱った作品には天皇が登場した。源平合戦の末期に兵士が擁立した帝として描かれて、兵士滅亡とともに崩御されたとされている。その作品では密かに対馬に逃げて隠遁生活を送ったって設定だったけど、アンゴルモア元寇合戦記だな。自分が知る限り古代から現代に至るまでアマテラスに関する物事には触れないね。帝都物語では何度も言及されるし、ゲート、自衛隊、かの地にて各戦えりでは皇居の敷地が市民を守るために使われた。あと、元号を使うときは天皇の名前を口にすることになる。でも、直接的に言及されることはないじゃん。やっぱ、天皇がテーマの作品は存在しないよ。跳躍百人一首歌恋には、陽勢天皇が登場するね。私が知ってる中ではそれくらい。権力を持ってるわけじゃないからでしょ。例えば巨大な怪獣が日本に攻めてきた時に、日本政府はもちろん戦う必要があるけど、作戦会議とかに天皇が呼ばれることはないわけで、舞台をイギリスに置き換えてもそう変わらないはず。別に必ずしもタブーというわけではないよ。ただアニメなどに登場するのは稀ってだけで、それ以外のメディアだと何度か見たことがある。でも基本、昔の天皇は権力者というより、その存在自体に意味があったわけだから、そこまで登場する機会がないんだと思う。以上が海外の人々の反応でした。日本において天皇に触れることはタブーなのか、そうではないのか、意見が割れているようでした。しかし2017年から現在も絶賛連載中の漫画昭和天皇物語があることからわかるように、日本で天皇を描くことを罰する法律は存在しません。海外の人々にとって天皇と日本国民との関係や存在自体が他国とは違うものであるがために、多くの人が疑問に思うのかもしれませんね。しかし法律こそ存在しないものの、聞くタブーと呼ばれる暗黙の了解は少なからず日本の各業界に影響しているようです。ここからご紹介していきましょう。この世に人間の姿で現れた神を意味する言葉である現人神。戦前の大日本帝国憲法下において、天皇は現人神と捉えられ、天皇に対するあらゆる批判や茶化す行為などは不敬罪が適用され逮捕の対象となり、社会的にも強い排除圧力がありました。戦後は刑法から不敬罪が削除されたことで、批判的な言論であっても法的に禁圧されることはほぼなくなり、天皇制の是非や戦争責任に関する議論など様々な論説を掲げる雑誌が出版されました。しかし一方で、これらに対し抗議活動を展開する団体も現れ、暴力などの実力行使をする事件はたびたび起きているのです。中でも戦後の言論の自由や皇室報道を論じる際の象徴的な事件と言われるのが、1961年に起きた島中事件。これは1960年、深沢七郎の小説風流無嘆が中央公論12月号に掲載されたことから始まりました。この小説では皇太子妃が民衆によって命を奪われたり、民衆が皇后を襲撃する様子などが描かれており、小説はあくまでフィクションであり、単なるブラックユーモアだとして一定の評価はあったそうです。しかし作品を読んだ人の大半が悪趣味、または反人道的など批判的な感情を抱いており、表現の自由が皇族の人権を侵害しているのではないかと疑問が呈されるなど話題を呼びました。そしてこれについて一部の団体が中央公論社に対して糾弾を続け、その団体を名乗る少年により1961年2月に
当時の中央公論社社長宅の家政婦1名の命が奪われるという痛ましい事件が起こったのです。この事件をきっかけに天皇制を批判する記事は激減し、メディアは皇室に関する言動に注意を払うようになったのだとか。このように天皇や皇族の扱いをめぐって小説、映画、政治家がたびたび攻撃にさらされる事件があったことから生まれた聞くタブー。つまりこの言葉は日本の天皇、皇室に対する批判やパロディの自主規制を指す言葉だと言われています。しかし、荒人神と呼ばれ崇められていた時代においても、昭和天皇は、私は普通の人間と人体の構造が同じだから神ではない。そういうことを言われては迷惑だ。と自分を神扱いする側近に話していたそうです。敗戦直後から始まった昭和天皇の全国巡幸により、荒廃した国民の心は励まされており、そこにあったのは触れてはいけないタブー的存在への萎縮ではなく、歴代の天皇と国民との関係、そして昭和天皇のいつも国民を思いやる姿から根付いていた人格性に対する信頼と敬愛だったそうです。この様子は国民が再建のために天皇の存在を求めていたことを強く物語っています。現在の日本社会において天皇家の存在は当然のように受け入れられており、これに対して疑問を持つ若い方も多いのかもしれません。しかし、世界の王朝が頻繁に変わる中で、日本の皇室だけが約2600年もの昔から万世一系を維持していることもさることながら、存在している意義は過去も、そして現在も天皇自身の言動と人格に深く関わっています。そして国民を統合するため、象徴として日々国民のために激務を行う姿に対し、それを面白おかしく取り上げる行為は日本人として道徳的ではないと感じる方が大多数ではないでしょうか。そのため先述したような実話に近い物語作品こそあっても、架空の世界である漫画などでは登場する機会が少ないのかもしれません。これをタブーというには少し違う気がしますが、皆さんはどのようにお考えでしょうか。コメント欄での意見お待ちしております。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が少しでも良かったなと思っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。当チャンネルは毎日更新していますので、またのお越しをお待ちしています。